はい、皆さんこんにちは。今日はね、あいにくの雨ということでね、今日やる作業はね、もう決まっております。はい、こちらです。こちらといってもね、運搬車、これね、この前ちょっと壊れました。土砂をね、ちょっと運んでたんですけれども、そしたらね、途中で片方のキャタピラが壊れてしまって動かなくなったんですね。で、そこでね、目の前で止まったので、あとこう押してなんとかね、この中までは入れたんですけれども、キャタピラのね、片方だけ壊れました。なので新品をね買って、今日ね、さっきようやく到着しましたので、これにね交換していきたいと思います。で、キャタピラね、なんで壊れたかっていうと、もともと劣化してたのは分かってたんですけれども、スプロケットね、モーターのスプロケットを噛むところにね、こういったキャタピラの中に鉄の金具が入ってます。これね。で、これがね、この中にも内蔵されてるんですけども、それでこのモーターの歯車がね、噛み合って回すんですが、もう多分劣化してね、そこちぎれてしまって3つぐらいね、ボロって取れたんですよね。なので今もうこんな感じでね、穴が開いちゃって、ここねで割れてしまってね、スプロケット噛まなくて、片輪走行不能になりました。ということで、新品をね、注文しました。キャタピラって結構高いんですよね。なのでひとまずね、反対側は点検したんですが、反対側はね、まだ全然無事なので、今回ちょっと右側だけね、交換しようと思います。高いんでね、2つも一緒に買っちゃうとね、もう6万7万ってなっちゃうので、ひとまずね、今回片方だけ全く同じサイズで、若干パターンはね変わってしまいますけれども、ステージね、この中の土地の中しか走れませんので、パターンが違くてもね、特に支障はありませんので、これにね交換していこうと思います。今日ね、あいにくの雨なので、ちょっと倉庫の中でね若干雨漏りしてるけど、この中でやっていきたいと思います。あと若干この足回りの方のね、メンテナンスも含めてやっていきたいと思います。じゃあひとまずね、キャタピラを外すにはジュンボと違って自力でね、この足回りを浮かべることができないので、ジャッキアップして、ちょっと馬をかけてね、車と同じような感じで、ちょっと上げていこうと思います。はい、じゃあ今ね、ジャッキアップして、前後にね4つ馬をかけましたんで、今これでね、浮いてます、車輪の方がね。で、キャタピラの方をちょっとね外していきたいと思います。はい、じゃあね、キャタピラの方が外れました。ここのねボルトを緩めるだけで、このアイドラーのローラーをね、左右にねこうアジャストできますんで、それで緩めてやるだけなのでね、これだと 27mm のソケット1個だけあればね、十分できます。あれ、これ車輪固着してんな。うわ、最悪。ちょっとこれ後で外して点検します。で、アイドラーはね大丈夫ですね。で、壊れたのがここ、はい、もうがっぽりねこう開いてしまってます。わかりますかね。はい、こんな感じで、普通はね、ちゃんと先ほどのこの壊れた、この金具が中に内蔵されてて、こういう風にね、こっち見ればいいか、これ全部金具がこう入ってますんで、外れたとこがね1234566、ここ全部バラバラって外れてね、こっちのモーターのスプロケットね、ここに噛むんですが、それがもう噛まなくなって、走行不能になったという感じですね。そしたらね、ちょっと新しいキャタピラをつける前にちょっとメンテナンスの方していきます。
はい、これね、上のローラーね、キャタピラーのガイドのローラーね、回んなくて、もうすり減ってます、一部だけ。こんな感じで。これ多分おかしいですよね。私ちょっとわかんないけど、この運搬車なんて整備したことないからね。でもこれ多分回ると思うんですよね。うん。多分ただのグリス切れだと思うので、ここちょっとね、綺麗にしてグリスアップして、もう一回ちょっと試しにね、つけてみます。これじゃあね、ちょっと変摩耗してしまいますんでね。ちょっと最近なんかね、私のユーモみたいに走るとキーキー音がね、金属音が鳴る時があったので、どうやってグリスアップするのかな、グリスアップ必要なのかなと思ってたんですけれども、ネットでねちょっと説明書、これの新しい方の説明書載ってたのでね、それを見たらやっぱグリスアップねするみたいです。なのでちょっとこれもね綺麗にしてグリスアップしていきます。はい、じゃあようやくね、シャフトの方が外れまして、これサビがすごいですね。これじゃ回らないわけだ。これちょっとねワイヤーブラシとか使ってやっていきます。それからちょっとねグラインダーのワイヤーブラシ見つけたのでね、それを使ってやっていきます。はい、じゃあこんな感じでまではね綺麗にしました。ちょっとね虫食ってるんでねこれ以上はできないんですが、まあ十分だと思います。十分になりましたんで、これグリスアップしてね、あと組み付けしていきたいと思います。はい、じゃあこれでね、綺麗にね回るようになりましたんで、いやようやく治りました。でこっちはね後ろのねアイドラーになりますんで、これはグリスアップできます。でここにねノズルがついてるんですよ。使えるかな。グリスニップルにね、グリスさしてみます。はい、じゃあここはね私買って初めて刺しましたけども、ちゃんとねグリス入りました。こんな感じでね、左右からグリス出ましたんで、これでいいと思います。これかな、キーキーになってた原因ちょっとわかんないんだけど、であとねここ下のトラックローラーっていうんだけど、このトラックローラーが12345個ついてます。でここってねグリスアップするのかなと思って、ただグリスアップの仕様がないんですよ。で何もついてないんでね。でよくよくねネットでこれのパーツリストを見たんです、メーカーの。でパーツリスト見たらねこういう
グリスニップルがね全箇所についてました。なのでそれで100時間ごとにグリスアップしてくださいって書いてあったので、本当はねこうグリスアップしないといけないんですよ。ただね、なんかここのボルトが変えられてて、グリスニップルなしの通常のボルトになってます。まあね、こう見ればわかると思うんですが、ここにねニョキってねこうグリスニップル、出てるんですけども、それがないです。裏側を見てもねないです。なので多分前のオーナーが故意的にこの違うボルトにね変えたと思います。で理由はちょっと分かんないですけども、おそらくねここにグリスニップル刺したところでこうキャタピラでもう泥だらけになるので、多分ね詰まったり折れたりとかね、すぐ壊れやすくなるんじゃないかなと思います。ちょっとなんて書いたかは定かでないですけども、でこれだとねグリスアップできないので、これちょっと一回ねボルト一回外してみたいと思います。でね、外したらやっぱり多分ここにね、グリスニップル用のボルトがあって、でそこにねグリスニップルが刺すようになってると思います。まあ、パーツリストね、ちょっと見つけれれば画面の方にね今貼り付けしておきますんで、6箇所ね全部グリスニップルが出てました。でこれだとねグリスニップルがないのでグリス入れられないんですよ。でこうポンプでねグリス入れるやつもあるんですが、こんなめんどくさいことしてられないので、これはねちょっと後ほど部品を手配して、ニップルをつけてねグリスアップできるようにちょっと改造したいと思います。でこれに関しては100時間ごとになっているので、私この運搬車1年間に100時間は絶対使わないです。ユンボでもね130時間だったかな。なのでこの運搬車は100時間絶対使いませんので、まあ私的には1年に 1,2 回ぐらい、あとちょっときれいに全部高圧洗浄した後とかね、まあ、そういう時に、その時だけニップルをつけて、グリスアップできるようにすればいいかなと思います。このボルトね結構高いんです。専用のねグリスニップル付きのボルト結構高いので、おそらくね泥だらけになっちゃうのでグリスニップル多分ダメになると思いますので、まあこのやり方がねもしかすると、前のオーナーがやったと思うんですけれども、まあ、このやり方がね正解だったのかもしれないです。まあ、今日はね、ひとまずグリスニップルないので、一回キャタピラの方をね、復元していきたいと思います。はい、じゃあちょっとね雨強くなってきましたけども、反対側もねちょっとローラーのメンテナンスをしたいので、キャタピラの方ねちょっと緩めていこうと思います。この際しかねちょっと触れないので、今のうちにね左側もやっていきたいと思います。うわー、ものすごい雨ですね。すげえ、中でやっててよかった。シャフトにグリスアップしてちょっと組み付けの方していきます。こっちはねさすがに回ってたからローラーもね手間もしてないです。はい、じゃあこっちはグリスアップして終わりにします。すごい雨。はい、じゃあ今ねグリスアップしてキャタピラの方をね貼りました。でここも同じくね、6個ともニップルがないので、ちょっとこれは後日、グリスアップねやってみたいと思います。でキャタピラの貼り具合がねちょっと私取扱説明書がなくて分かんなかったんですが、メーカーさんに聞いたらこうジャッキアップした状態で真ん中のローラーにね、まあ、指が1本ぐらい入る、まあ1センチ 1.5 センチとかね、それぐらい入れば大丈夫ですっていうことなので、多分今がねベストぐらいだと思います。はい、まあジャッキアップしないとねキャタピラの調整できないので、まあ、この際にねこっちも基準値でだいたい合わせておきます。じゃあこれで後でロックナット締めて左側は終わりにします。はい、それじゃあね、ようやくキャタピラの方取り付け終わりました。いやちょっとね歯車にはめるのがちょっとね重くて大変でしたけど、なんとかできました。
でローラーの方もね、はい、しっかり回ってます。反対側の方もね、はい、しっかり回ってます。あー、よかった。これで多分ね、キーキーした音はねなくなると思います。まあもう原因はね絶対あそこです。あと次回はね、下のトラックローラー12個ありますんで、そのグリスアップをしてね、まあこちらの運搬車のメンテナンス、あとはキャタピラ交換の修理ということでね、終わりにしたいと思います。じゃあ次回ね来たらまた撮影の方ね、この動画で続きを流したいと思います。はい、おはようございます。じゃあ前回言ってたね部品の方が到着いたしました。いやこれね結構探しましたよ。ここにグリスアップね、通常のボルトに交換されてるんで、グリスアップをねどうしようか迷ってたんですけれども、このボルトにね穴を開けてグリスニップルをね、ネジを切って入れようかと思ったんですが、めんどくさいので12個ありますんで、Amazon でねちょっと探してたらちょうどいいのが見つかりまして、これなんですけれども、はい、これ M10 のねこのボルトと同じ大きさの、ネジなんですよ。なので、ここにねボルトを外して直接入れることができます。で、まあ私もちょっと考えたんですけど、これ1年に本当1回か2回ぐらいしかグリスアップする頻度がないので、グリスアップする時だけねこのボルトを外してこれに入れ替えて、アブが来た。でそれをね、まあそういった感じで使おうかなと思いますんで、まあ1個あればまあ十分かなと思います。入れてねまた次のにこうやって、いけば全部の箇所グリスアップできますんで、一応ね何個だろう、5個入りか、で、800円だか900円ぐらいで買えたので、まあ、安かったのでね、これでちょっとやっていこうと思います。これをねずっとつけてるとね、さすがにこれもまあ真鍮かなだと思うので、さすがにねこの車輪に抑えるにはちょっと力が弱すぎるので、強度的にね、なので、まあ、入れる時だけこれに付け替えてやっていこうと思います。じゃあ早速ね残り、12箇所のトラックローラー左右ね、グリスアップちょっとやってみたいと思います。はい、同じサイズですんで、これをね仮につけて、グリスアップしていきたいと思います。よいしょ。はい、じゃあグリスが出てきましたんでね、はい、こんな感じでねグリスアップできました。あまりねボールベアリングが入ってるので、あんまりねこう入れすぎは良くないと思うんでね、まあちょこっと出てきたらそれまでにしようと思います。
はい、じゃあ今ね、ようやく12箇所、全部グリスアップの方終了いたしましたので、試しにね、ちょっと動かしてみたいと思います。はい、スムーズに回ってますね。鉄板の上だからっつってね、全部が均等に当たってるわけじゃないので、ちょっと回らないやつとかもありますけどね、ちゃんと、不正値とかに入れば全部きれいに回ります。で、手で回してもね、もう、ローラースムーズに回りますんで、これでしばらくね、メンテナンスの方は大丈夫かなと思います。ちょっとキャタピラー、今回はね、片方だけちょっと予算の都合でね、右側しか交換してないですけども、左側もね、ちょっと亀裂とか入ってますんで、ちょっとこちらもね、交換の方はね、後ほどちょっと視野に入れていこうかなと思います。左右交換するとね、高いです。7万7000円ぐらいだったかな。ちょっとね、高いです。ユンボよりは安いんですけどね。それでもやっぱ高いのでね、ちょっとそれはね、後ほど検討したいと思います。じゃあ、今回はね、使った部品の方は、こちら、なかなかないサイズです。これね、サイズがね、わかりますかね。M10×1.25 となってます。M10 のね、細めネジ。なので、車とかバイクとかにね、使うぐらいのサイズなんですけども、ホームセンターには売ってないサイズなんですよ。で、このニップルを探すのもね、ちょっと苦労したんですが、Amazon でね、ようやく見つけました。M10×1.25。なので、運搬車とかね、こういうのをお持ちの方で、グリスアップしたいけどもできないっていう方はね、こういった、やっとね、一時的につけてグリスアップすればね、一応説明書上は100時間となってますんで、1年に1回とか、2回とかね、そのぐらいグリスアップすればいい頻度ですんで、その度にね、つけてやってあげればいいかなと思います。で、今はね、もうボルトになってますんでね、壊れたり破損する心配はないので、この方がね、私も不正値結構入りますんで、そういった感じの方がいいのかなと思います。はい。で、あとこちらのグリスガンのね、クイックカプラー。これもね、私前回動画で紹介したんですが、その時のね、Amazon の売り上げが結構すごくて、皆さんね、多分買っていただいたんだと思います。私の動画を見ていただいてね。なので多分同じようなね、グリスが漏れてしまうとかね、そういったことでね、買われる方が多かったのかなと思いますけれども、もう一度ね、概要欄の方にこちらグリスニップルと、あとこちらのね、グリスガンのクイックカプラの方、リンクの方載せておきますので、よろしければ見ていただければと思います。はい、じゃあ今回はね、運搬車のね、キャタピラ交換と、あと各種グリスアップということでね、メンテナンスの方終了いたしましたので、これでね、しばらく長い間使えるかなと思います。はい、じゃあまた次回以降もね、こちら運搬車を活用して、中の開拓の方ね、次々進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。